アメリカ国防総省が2026年5月8日に公開した機密解除 UAP ファイルから取り上げる。本リリースは大統領 UAP 開示制度の第1弾。NASA、FBI、国務省を含む複数機関の協力で161件の未解決ファイルが war.gov 上で公開された。本動画では NASA が公開した月面エヴァで撮影された UAP 写真6枚、NASA UAPVM と分類された一次資料を中心に紹介する。さらに補足としてアポロ11号とスカイラブ計画のクルー証言2つを加え合計4件を取り上げる。ケース1、アポロ12号、月面エヴァで撮影された UAP 写真5枚。1969年11月。コマンダーはピート・コンラッド。月着陸船パイロットはアラン・ビーン。司令船パイロットはディック・ゴードン。月面の嵐の太陽での撮影。war.gov はこの5枚について、ハイライトは文脈的目的のみに提供されている。修正は対象の性質や意義についての分析、判断、調査、結論、事実認定を構成しない、と面積を明記している。中立的なデータ提示であって結論ではない。VM1、地平線上空、垂直軸のやや右側にハイライト。VM2、エリア1とエリア2、2つのハイライト。VM3、フレーム右端付近、地平線上空にハイライト。白い中心と赤みを伴う最も鮮明な光体。VM4、垂直軸のやや左側にハイライト。VM5、エリア1から5までの5箇所、本資料中最多のハイライト。関連するボイストランスクリプション。war.gov は2つの観測期間をハイライトしている。1つ目、ミッション経過時間5日20時14分58秒から20時12分14秒。約1時間の観測。月着陸船パイロット、アラン・ビーンが、機載の照準光学望遠鏡、AOT 越しに、宇宙空間を流れる粒子と閃光を観測。月から脱出しているように見える、と通信している。二つ目、ミッション経過時間、6日、0時21分42秒から23分33秒。約2分の観測。コマンダーピート・コンラッドが月着陸船外の浮遊する破片が、機載のトラッキングライトに照らされていると報告している。続いてコンラッドはトラッキングライトが焼き切れた。もはや破片が見えないと判定している。ケース2、アポロ17号、月面エヴァで撮影された UAP 写真1枚。1972年12月。コマンダーはユージン・サーナン。月着陸船パイロットはハリソン・シュミット。司令船パイロットはロナルド・エヴァンス。タウルス・リットロー渓谷での撮影。アポロ計画最後の月面着陸ミッションである。VM6 は war.gov 上で他の写真とは異なる詳細な調査ステータスを公開している。第一に大統領 UAP 開示制度の一環として国防総省はアポロ17号撮影写真について正式な調査ケースを開設したと明記している。第二に月面上空右下証言に3つの点が三角形配置で映り込み画像を拡大すると明確に視認できる。第3に、本写真は以前から公開され、研究者間で議論されてきたが、現時点で異常の性質についてのコンセンサスはない。第4に、米政府の予備解析によれば、画像内の特徴は、シーン中に存在する物理的物体の結果である可能性がある。第5に、政府はオリジナルフィルムを入手済み、NASA と国防総省の完全解析結果は完了次第公開予定である。現在進行中の調査事案である。関連するボイストランスクリプション。war.gov は3つの観測期間をハイライトしている。1つ目、ミッション経過時間0日3時34分10秒。司令船パイロットエヴァンスが非常に明るい粒子、破片。月着陸船パイロットシュミットは独立機燃費の花火のようと報告している。クルーはサターン5ロケットの S4B、つまり切り離したブースターからの氷や塗料の剥がれの可能性と推測した。ただしクルー自身がワイルドな推測と自評している。二つ目、ミッション経過時間
2日18時42分から21時7分、約3時間の観測。コマンダーサーナンが睡眠困難を報告。目の間でひらめく明るい光を列車のヘッドライトに匹敵する強さ、印象的と表現している。続いてサーナンは点滅し、回転する複数の現象を観測。単なる光学現象ではなく、宇宙空間中の物理的物体に対応すると評価している。シュミットは分離した S4B ロケットステージと推測している。3つ目。ミッション経過時間3日15時38分9秒。シュミットが月面、グリマルディクレーター北側に先行と叫んだ。ケースさん、補足記録1つ目。アポロ11号テクニカルクルーデブリーフィングボリューム1と2、1969年7月31日。コマンダーニール・アームストロング、月着陸船パイロットバズ・オルドリン、司令船パイロットマイケル・コリンズ。WO.gov は3つの観測をハイライトしている。1つ目、定時6-313。月に到達する1日前、月にかなり近い距離で最初の異常なものを目撃。かなりの大きさがあったので単眼鏡を向けたとオルドリンが述べている。クルーはサターン5の S4B ステージの可能性と推測したが、後の議論で地上が S4B は6000マイル離れていると回答し否定された。二つ目、定時6-317。オルドリンが睡眠時にキャビン内で観察した閃光。二つ目の夜に確実に見た。すべての照明を消し眠ろうとしていたところ、数分間隔の小さな閃光を観測と記述している。三つ目、定時21-1。月軌道での観測。相当に明るい光源を目視、これを暫定的にレーザーの可能性と判断、とオルドリンが述べている。ただし期間中、コマンドモジュールから地球接近時に同様の光景を再観察、単眼鏡で確認したところ、湖からの太陽光反射と結論し、レーザー仮説は撤回されている。ケース4、補足記録2つ目。スカイラブ計画。1973年5月14日打ち上げ、アメリカ初の有人宇宙実験室。スカイラブ2号、スカイラブ3号、スカイラブ4号の3クルーが順次訪問した。本資料は、その3クルーすべての観測抜粋を統合した文書である。WO.gov は4つの観測をハイライトしている。1つ目、スカイラブ2号、ページ23-20。サイエンスパイロットジョセフ・カーウィンが報告している。光の閃光を見た。クルー全員が見たと思う。寝床で目を閉じていたが、目覚めていた状態が最も多かった。頻度は増減した、と記述している。二つ目、スカイラブ3号、ページ7-4。サイエンスパイロットオーエン・ガリオットが報告している。着水のおよそ1週間前に、その衛星を見た。最も奇妙な一つ。ジャック・ラウスマが窓から気づいた。明るい赤みを帯びた物体が外にあり、5から10分間追跡した。明らかに私たち自身と類似した軌道の衛星だったと発言している。3つ目、ページ20-1。同じくガリオット。ジャックが最初にワードルーム窓の外に相当に大きな赤い星のような物体に気づいた。木星や他の惑星よりはるかに明るく赤みを帯びた色合い。地平線よりはるかに高い位置にあったと続けている。4つ目、スカイラブ4号、ページ7-8。コマンダージェラルド・カーが報告している。異常な事象として点滅する光を外で観測。私たちと明確な相対運動があった。他のスカイラブの部品、または他の衛星と推測したと発言している。本資料で紹介した4件の記録を振り返る。死体はアポロ12号とアポロ17号の月面エヴァで撮影された UAP 写真6枚。WO.gov は各写真に人為的なハイライトと公式キャプションを付し、未確認現象として分類している。ただし、ハイライトは文脈的目的のみ、対象の性質についての判断や結論ではないと免責している。特にアポロ17号の VM6 は、大統領 UAP 開示制度の一環として、国防総省が正式調査ケースを開設し、オリジナルフィルムを入手済み、完全解析結果は完了次第公開予定という、現在進行中の事案である。
補足としてアポロ11号のオルドリンが目撃した3つの観測。1日前の物体、キャビン内の閃光、月軌道の光源。そしてスカイラブ計画。スカイラブ2号、スカイラブ3号、スカイラブ4号の3クルーの観測。カーウィン、ガリオット、カーの4つの記録を紹介した。WO.gov はこれら未解決ファイル全体について、ここに保管された資料は未解決事案であり、政府は観測された現象の性質について確定的な判断ができない、データ不十分など様々な理由があると公式声明を出している。本チャンネルはこれらの記述を希釈せず、観測の経緯と政府の公式声明すべてを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。